皆さんお疲れ様です。さおりです。はい、では今回はね、さおラジオの時間でございます。これはね、ゆるゆる話す動画なので、ぜひね、こう何か作業しながらであったりとか、何か食べながらね、聞いてもらえたらなって思います。ちょっとですね、また私やらかしましてですね、何をやらかしたかというと、家事を起こしそうになったんです。やばいですよね。っていうのも友達とご飯を食べに行ってきたんですけど、それでもちょっとお腹が空いていて、いやでもご飯食べたしと思って、さつまいもなら食べてもいいかなと思ってさつまいもを電子レンジにかけたんですね。そしたらなんでかわかんないんですけど、ワット数を下げるのを忘れちゃって10分間かけたんです。そしたらあれなんか匂うなみたいな、やってる間にちょっと別のことしてて目離してたんですけど、すんごいなんか焦げ臭い匂いする、やばいぞと思って、で急いで電子レンジ止めて開けたら、もうその瞬間に煙がわーってもう部屋中に立ち込めて、こんなの初めて見たって感じなぐらいもう黙々だったんですよ。でも匂いもやばくって、でもやばい、やらかしたと思って、で本当にもう急いで窓開けて、でももう本当に部屋中が煙だらけだったんですよ。で火災報知器も鳴っちゃって、でこっちって火災報知器になると自動で消防車が来ちゃうっていうプロパティとかもあるみたいなんですね。でそれの罰金が結構高いっていうのを聞いてて、いやまずいと思って、もうで火災報知器が鳴り始めたので、もう急いで脚立をこう持ってきて止めて、でもう部屋中も臭いし、もうどうしようみたいな感じで、そうもう電子レンジも本当に臭いからベランダに出してもう拭いてみたいな、でも匂いも取れなくてっていう感じで、もう結果ね新しいのを買い替える羽目になったんですけど、とりあえずね私のプロパティは自動的に消防車を呼ばなかったので、そこだけはね救いだったんですけど、でも部屋も多分2日間ぐらい焦げ臭い匂いで充満してました。で今のね1個目がやらかし1なんですけど、やらかし2もあってですね、で今お話しした通り電子レンジがもうダメになったので、新しい電子レンジを買うしかないって言ってオーダーしたんですよ。でそれが3日後くらいに届いたんですね。で私リモートワークしてて、で来たからと思ってで降りたんですね。そしたら他の別の荷物も Amazon で届いたものとかも一緒に来ていて、一気に持っていけないからっていうところで配達員の方が、エレベーターにこう乗せるところまで手伝ってくれて、出してっていうのをしてたんですけど、で1回で持ちきれなかったので電子レンジだけを外に残して、で1回部屋に戻って取りに行ったんですね。でそしたらオーストラリアの物件って基本的に外鍵なんですよ。こう内鍵がついてなくて、こう外に出るじゃないですか。で出た後ってこう日本の物件だと外から鍵をかけないとロックされないじゃないですか。でもオーストラリアの物件ってかけないでオートロックなんですよ。外からかける必要はなくて、なので逆に言うと鍵を忘れて外に出ちゃうと締め出されちゃうんですね。で私2回目外に出た時になんでなのかわかんないんですけど、鍵を持って出るの忘れちゃったんですよ。で本当に人生終わったって思って、その瞬間に。で私その時携帯も持ってなくって、で連絡する術もないし、でも鍵もないからもうどうしようみたいな、なんか前締め出されちゃった時は友達の職場まで携帯持ってたから連絡して取りに行けたんですけど、今回携帯もなかったからそれもできなくて、で本当になんかやれることが本当になかったんですよ。でもう泣く泣く鍵をね開けてくれる業者になんと25,000円払ってもう来てもらったっていうのがオチなんですけど、本当にアホですよね。なんでなんでしょうか。なんかしっかりしてそうとか言ってくれることもあるんですけど、なんか基本しっかりしてると思うんですよ、多分わかんないんですけどでもなんかこうやってやらかしちゃうんですよね。なんか本当に直したいんですけど、私のやらかし話は前置きなんですけど、今回何について話すかっていうと、28歳独身、友達がいないです。だんだん大人になると友達って減ってきますよね。なんかこれすごい悩みで、しかも私オーストラリアに今住んでるので、高校大学時代仲良くしてくれてたお友達はもう日本にいるので物理的に遠いじゃないですか。でもちろんね
SNS を通じて連絡したりとかするんですけど、本当にみんな状況が違うだし、私今28なんで多分第二次結婚ラッシュとかなんですよ。もう結構ね、赤ちゃんがいる友達とかも多くってなると、ね、女性わかると思うんですけど、女性同士って共感が大事で、同じ立場にやっぱりいる同士仲良くなるんですよね。それは普通に自然なことで、例えばね、大学時代とかだったら、同じね授業を取っていて、同じようなね課題があって同じような悩みを持ってたりとかで、それをシェアして、あ、そうだよねっていうので仲良くなると思うんですけど、そういうところがやっぱりライフステージが変わったりすると変わってきてですね、やっぱりだってママさんの悩みとじゃあ私が今悩んでることって全然違うじゃないですか。きっと私ママになったことないから多分ね分かんないし、やっぱ話も聞いてあげることとかしかできないで、日本にいる友達っていう面ではそうなんですけど、あと海外で友達を作るのが本当に難しいんですよ。もちろん仲良くしてくれる友達がいて本当に感謝なんですけど、やっぱりね仲良くなりやすいのって、似たような境遇、言語レベルも同じぐらい、例えばじゃあ英語で会話するとしたら、その英語レベルが同じぐらいの友達がやっぱりできやすいし、そうネイティブの、友達を作るのもやっぱり難しいなって本当に生活してみて気づきましたね。でもそうですよね。やっぱり話せる会話とかも英語ネイティブとじゃあ第二言語として話してるだとやっぱりね深さが変わってくる。もちろん第二言語でも本当にねネイティブくらい話せる人ってたくさんいるから、そういう人は話は別なんですけど、やっぱり私も日本語で自分をね表現できる幅っていうのと、じゃあ英語で自分を表現できる幅っていうのはもう明らかに違うので、お友達としてね関わることはできても、何でしょう、親友レベルでっていうんですかね、悩みをシェアし合ったりとかで共感し合えるのってやっぱり日本人が多いんですよね。私その日本人の中でもやっぱり学生さんだったら一緒にね大学院に行ってたりとか例えばしたら、同じようにね課題の悩みだったりとか、その大学院生だから抱える悩みとかって同じじゃないですか。でもそれって私が今持ってる、環境とかとは違う。あとはシドニーってすごい入れ替わりが激しいんですよ。いい面だと出会いがたくさんあるっていうのはあるんですけど、出会っても、1年とかジャワホリだったら1年って決まってて、そこでじゃあ各々の国に帰ったらやっぱり疎遠になってしまうとかっていうのがあって、いやすごくね難しいですよね。これって海外にいるからだけでもないのかもしれないんですけどね。いや大人になるとやっぱり自分でコミュニティに入る努力をしたりとか、行動していかないとやっぱりね友達がねできないですね。あとは日本に帰ってからの友達ももちろんね会おうって言って声かけてくれたりとか、私が連絡したらね時間作ってくれる友達がいて本当に感謝なんですけど、物理的距離は心の距離じゃないけど、で距離がね空いちゃって連絡しづらいなみたいなことかもできちゃって、難しいですね。ちょっと何を話したいか今回分かんなくなっちゃったんですけど、要は大人になるとこういう関係がでいきますと。でさらに海外ですごくね心を通わせれるような友達を作るのは難しいと気づいたっていう私の気づきをシェアしたんですけど、皆さんどう対処してますか？そのあたりみんなどういう風に思ってんのかなとか、共感してもらえるかなとか聞きたいですね。でもね自分のそばにいてくれる友達をずっとやっぱり大事にしたいし、自分が何かあった時に助けてくれたお友達は本当に大事にして、私も
その子に何があったらもう全力で戦うぞっていうね気持ちは持ってるので、数少ない友達なんですけど、いつも仲良くしてくれて本当にありがとうございます。っていうことで、皆さんのねそういう悩みとかあったら教えてほしいなって思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにします。ちょっと短いんですけど、また次もなんか最近の私の考えていることとかシェアできたらなって思ってます。ちょっとこの動画初めて見てくれた方で、この人何者なのっていうね人はちょっと別の動画で自己紹介してたりとか、ワーホリの苦労話とか今のね仕事とかも話してるので、見ていただけたら嬉しいです。じゃあまた最後にね、チャンネル登録まだの方、この動画いいなと思ってくれた方はいいね、コメント、またチャンネル登録お待ちしてます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。